took the road down past the ocean, worried for winter above. My lips brushed your smile, our feet dance ahead for Strawberry Mountain in the sky. ガーデンズの宮本でございます。熊山です。私たちの普段の仕事は実はガーデンデザイナーです。2人ともね、普段お客様のお庭のデザインとプランニングとして、そして施工管理もして、最後のお庭の植え込み木も一本一本ね選びに行って、で職人さんと一緒にお花のね植え込みまで一緒にしますよね。それが私たちのメインの仕事です。でお庭が好きなので、それが高じていつの間にかガーデンズはショップをしたり、北欧に買い付けに行ったり、でもみんなでね本当にイギリス行ったりフランス行ったりして、ずっとこう楽しくやってきました。で今日は久しぶりにこれ雨ちょっと降ってるんですね。お盆前にちょっとだけ降ったけど、それからまたなくて、今日 YouTube の撮影の日が雨になりましたけど、もう濡れても気持ちがいいなと思って今日は、お話をしていきたいと思います。私たちも本当にお庭が好きです。だからくまちゃんも自分の庭がある。実は私が設計をしています。そうです。お客様です。ガーデンデザイン講座の1期生の生徒です。今横浜でも今第3期生まで来てますけど、25年以上前の、ガーデンデザイン講座の第1期生、スタッフにもなってくれるし、私がお庭もさせてもらったり、そこからの長い付き合いでイギリスに行ってね、初めてこういう今日の、ね、お話はトピアリーっていうもののお話をしたいと思うんだけど、一番最初イギリスで見た時にうわーって思ったよね。そう、いろんな形がありました。そうディズニーランド行ってもあるじゃない。そうね、トピアリーって日本語で説明すると、いわゆる刈り込んだ、日本庭園だと本当こういう感じなんですけど、洋風になるとこういうスタンダード地帯があったり、グリーンをこう刈り込んで形を作ったことをトピアリーしたんだよね。仕立てって言います。イギリスに行ったら園芸店に行ったらトピアリーいっぱい売ってるんですよ。なんです。ね、でも羨ましくって日本にはなかった。和風の庭園の柘植の半丸はあったけど、で最初は私自分で作ることから始めました。なかったですもんね。なかった。買えなかったから。買えなかったからローリエとかローズマリーとかで自分でチョキチョキして作ってたのが、今は出回るようになって、でそれでも私これマートルですけど、2、3年前からこれ自分で作って、こうちょっと伸びてきたらチョキチョキ散髪をするんですね。昔シザーハンズっていう映画があってね。ありましたね。だからあれもそうだったよね。ちょくちょく切っていくね。こうもう思ったよりこう丸く切っていくんですよ、伸びた分を。そして植物ってこの切った先がまた2つに分かれるのよね。はい。葉っぱのね、付け根のところから新しい芽が出て、枝が出てくるので、トピアリーを作るのはまずこういうのはスタンダードって言って、茎がまっすぐね、こういうものを見つけたらすぐ、私は昔から月桂樹もそうだけどさっと買ってきて、で自分用に仕立てるんですけど、もうこうやって切って中を茂らして伸ばしっぱなしにしてるとわーってなっていくだけでまん丸にはならないんですね。なのでこういつも自分が思うよりはきつめ、指2本ぐらい私きつく入れてます。やりすぎちゃったかなぐらいですか。害が、そうです。やったら出てくる。でもこれ真冬とかもうしないんですよ。ちゃんと芽が出てくる季節はもう本当にパーッと出てくるんで、1回春先に1回吹いたらまたカットして、でまた伸びてきたら今度は夏は強剪定を塗るので軽く先をつけていって、でこうどんどんくるくる回して、もう自分でハサミを入れてるだけです。
もうね、とにどんどんかくどんどんね、丸々を思えばいいですね。そう。でもそんな風にして自分でも作ることができます。で、なんで今日こんな話になったかというと、まあ、この夏もすごい暑かったんだけど、まだまだ暑いですよね。ね、ガーデンズがまあ何か美しく見える夏でもそんなに手入れすごくしてるわけじゃないけれども美しく見える。そしてそれは何でだろうってこう外回りもずっとこう回ってみていただいたら分かるんですけれども、このトピアリー仕立ての植物がいっぱい置かれてるんです。ね、そうです。そうで、まあ、何がいいかというと、例えばシンメトリーに置いたらおしゃれよね。おしゃれです。イギリスとか行った時にも必ずブティックの両サイドにそうあったんですよね。ホテルの前にはトントントンってなんかねリズム感がよくあった。それに憧れたよね。憧れました。この綺麗なね、色を塗ったドアの両サイドに、黒いドアの両サイドにポンポンってあるのもすっごい憧れて、そこから始まりましたけれども、ね、ガーデンズもそうやって置いてるし、リズム感も出してるし、こういうお庭もちょっと手を抜いたらナチュラルすぎたりするんですよね。どんどん、ね、夏が来たら伸びてきて温泉になったり、その時にポンポンポンってあるね。そうですね。なんか整ったところがお庭の中にあると、それだけでもすっきりきちんとして見えるし、リズムも作ってくれるし、そうですね。あまり手かけることがなくても、まあお庭のグリーンが引き締まってて、とっても綺麗に見えます。これは冬めちゃくちゃいいよね。そうです。冬はほとんど花とかないし落葉してるものがあるので、もうこの子たちがお宝のような感じですね。だから本当1年を通してお庭の骨格作りにはすごく便利というか、でしゃれて見えるっていうのが一つ。おしゃれに見える。なんかワンランクアップした気になりますね。自分ですごい満足度が高い、置いただけで。ね。お花はさ、そんなに咲かないけどやっぱりすごく嬉しくなります。そうですね。ところでトピアリってどんな植物でもできるんですか？そう、落葉でもできるけどね。でも葉が密集しそうな常緑がおすすめよね。そうですね。落葉だと冬寂しいですもんね。寂しい寂しい。できると思うんだけど寂しい。ね。例えば、この子はマートルですね。じゃあ香川県の県木である。じゃーん。オリーブです。香川県はね、オリーブが県木なの。なんとおじいちゃんのお家に行くとお庭には松と同じように仕立てたね、薪と同じような棚作りにしたオリーブがありますよ。あ、本当に？そう。小豆島に渡ったフェリー乗り場にもある棚作りが。だからこの子もできるんですよ。ね、そうでこれはちょっと伸ばしっぱなしになったもので、もともとはトピアリー仕立てで入ってきてたけど、何もしなかったらこうなっちゃうんですね。すごい伸びてくるから。はい。でこのままそれを大きくしていくのもいいかもしれませんけれども、まあこれをちっちゃく、スタンダードで可愛くした方がいいよね。はい。どこで切るかですよね。私も持ってる？じゃあ私ももう思い切って切りますよ。はい。中から欲しいもん枝が。これぐらいの大きさにしようって思うことで切ったらいいですね。そうですね。これと切るバリバリ切っちゃう。そう、ダブル切ります。これね、葉っぱの出るところが方向が下から出てくる芽なので、切るところはある程度考えた方がいいですね。内側ばっかり、外側にも枝を出したかったら、外に葉っぱがついてるところの上で切った方がいいし、中に枝を伸ばそうと思うと内側に葉っぱがついてるところを切ります。まあオリーブは両方葉っぱがついてますけれども。そうですね。だからなるべくこういうところで切らない方がいいってことですね。ちょっと切りますよ。切っちゃうと切った跡がこんな風に残っていやらしいから、切るなら葉っぱのすぐ上。こういうことですね。葉っぱのすぐ上ね。なるべくここ5ミリぐらいで終わるぐらいの方が。で次の枝はここの葉っぱの一番上の葉っぱ、切ったすぐ下の葉っぱのとこから枝が出てくるイメージです。芽が出てくるので、そう思って切ると合わせて出てくると思うと
ね、その向きで中ばっかりだったらうんプチプチっとなるし、外もたまにいるしみたいなことを最終的には考えながら切っています。その後のことそうですね。が大事です。そのハサミってすごく切りやすいんですか？使っている。私は剪定バサミそうねが愛用の。これは普通にお庭の木を切るのはそうですとっても女性の手のこれね、お手入れ行く時はもうすごい普通返しがそうそう楽だから。男性の使ってるのはここの手幅が広すぎて疲れるんですよ。自分の手より広がるからね。でガーデンズはこれをちょうどいいので売ってるんです。はいこうやって開いた時にうん自分の手以上に動かないので、そうでもこの細かいところっていうのはちょっとこの間とかねするのはちょっとこうやりにくいんだけど、そうそれで新しい新しいガーデンズのはい皮がいいですね。そうおしゃれでしょ。軽い。うん、軽いの軽いの。本当だ。入りやすいすごく。そうそう。だからまあ花切りとか目を摘むハサミとしてはやっぱりこういうのもいい。気分が上がりますね。こういう動画を持つと。いや本当に。かっこいい。そうでしょ。早く欲しいな。そう。本当はなんかイギリスで買ってきたハサミでよく似たのがあるんですけど、それと同じものを作りたいなと思ってたのね。で外国から買っておしゃれな買ってくるんだけど歯が悪いのよ。一回使ったらもうこれほどで使えなくて、やっぱり日本製ってすごいですね。ね、イギリス行っても北欧行っても日本製がもう出回っててみんな欲しい欲しいって言うんですね。なのでこれも燕三条で作ってもらって、本場ですね。はい、で皮つけてもらってこういうねこういうの作りたいからちゃんとね音がいい。本当音がいいな。多分オリーブさんもねこのハサミに切られた方がねすっきりするよ。まあでもね切り口がスパッと切れる方が植物にとってもいいですよね。刺激がないよね。そう見てこんなに小さいんですけど、あ、実がつい実がつてるの。いてる。それ置いとってあげようか。こんなにちっちゃくても実つくんだと思って可愛い。この上で切っちゃうんで小さすぎてるから。こんな感じかな。可愛い。ね、全然違う。はい。じゃあちょっとここの上も切ると。で、じゃあ他にもできるものがあります。はい。いきますね。今度はローリエです。これはね、永久樹ね。これはもうイギリス行っても北欧行ってもよく見かけますね。お玄関の横にスタンダード仕立てっていうんだよね。ここに。そうです。こう上で丸くなってる。で、この下鉢ね、四角い鉢によく入ってますよね。四角い鉢に入れて、冬が来たら下がパンジーだったりして、足元にも植えられてるっていうのが楽しいですね。で、これをきれいにしたいと思います。はい。これね、葉っぱが本当に前後に出てるんですよ。中側、外側、中側、外側ってなってます、葉っぱ。だから、中に入れたい枝があったら、もう中向きの葉っぱの上で切ります。外にもっと膨らましたかったら外向きの葉っぱの上。まだ小さいから下の方で外向きをもう一回下から二股にしたいですよね。これね、したいですよね。一回そこまで行きました。じゃあ私も行っちゃおう。そうです。ここも多分もうここで落とした方がいいんじゃないですか。もうここから始めるね。はい。そうするとここからまた秋にはこれぐらいまた伸びるんで、その途中でまた切って、繰り返しです。もう一個やろうか。はい。丸くなってきた。いいんじゃない？可愛い。はい。こうやって火がついたら。冬は絶対伸びてこないけど、まあいい季節が来たらこうやってこれを繰り返していくと早く丸く中まで密集してきたトピアリになります。で、これをまたねリースにしなくっちゃう。これを捨てるともったいないですから、その楽しみもあって、そうそうね。つげしますか？つげ。丸モールですか？そう。じゃあもうこの白のこれ。手入れするのもいいですけど、
虫が来てます。あ、本当だ。ハマキムシですかね。このそうそうスカってなってるこの子たちは唯一ハマキムシという虫が夏に来ますね。そうですね。はい新芽の時期がもう出ますね。柔らかいところをうんに卵を産んで帰ってそうちっちゃなねこん風に食べられそうちっちゃな癌になるんだけど食べられるんですね。ね。葉っぱと葉っぱの間にぷちゃっと挟まって卵が生まれて出てきて、でもすっごい可愛いクリクリっとした目がねついてるねちっちゃなね虫なんですよ。だけどこれは嫌ですね。でもまあちょっとまずは散髪しますか、それからケアしますか。そうですね。ね散髪するとある程度カット取れるからね。じゃあ散髪しましょう。むしゃむしゃ食べられて葉っぱがないんですよ。ちっちゃな癌になるの。これももう丸く丸くでいいですよね。そうそうそう。もうこれはもともと丸くなってるんで。そう、これはね、私が何年か前にマールモールっていう名前をつけた。はい。まあ、スウェーデン語で、はい。これ、球だから、ボールじゃないですか。ボール。はいはい。それが、まあ私たちは日本人だったら、ボールって言いますけど、スウェーデン人がボールのこと、球のこと、もうって聞こえるのよ。ああ、そうなんだ、もうってね。ボはいールって聞かれないの。モールって聞こえるのね。で、丸いし。なるほど。で、マールモールっていう名前をつけたんです、私実は。そうなんですね。可愛いなと思って、で、ガーデンズではマールモールだと呼んでいます。これね、マールモールっていうのは本当に丸いのね、球なの。で、日本庭園にあるツゲは半分もないぐらいの丸よね。半分もない丸。そこが違ってて、で、これはフランスのこういう丸くする機械を生産者の人が買ってくれて、それで作って丸くしたからこう綺麗にね枯れるのよ。私もねそこに行ってやってみたことがある。はい。なので機械でクイーンってクイーンクイーンクイーンって回ってねなるのよ。あっという間になるんですね。だから丸くなって私たちのところに来るので、後の手入れは簡単です。はい。売ってるのは半丸ですか？半丸なんですよ。ここの下からこのグリーンがないとね和風なんですよ。ちょっとさ、私はこれアイスクリーム型と呼んでますけど、もっと持ってって感じよね。アイスクリーム買いに行った。アイスクリームみたいな。葉っぱも違いますよね。日本のそうですね。日本のツゲは豆つげといってこの葉っぱが丸くこう縮こまってるのよね。だからちょっとやっぱり和風っぽく見えますね。そうですね。こういう仕立て物になっちゃうけど、あと犬つげっていう新緑がちょっと黄緑の綺麗なのもあるけど、やっぱり一回枯れてしまうと戻りが遅くて遅すぎて、やっぱり向いてないなと。でこの子は強いですよね。強いですね。この夏も枯れた子どの子もいなかったませんですね。まあでも水やりは忘れると枯れちゃいますね。枯れちゃいますね。この子たちの欠点は我慢強いとこです。ね、私それも欠点だと思うの。夏こうやって枯れずに頑張ってくれる、頑張るっていうことはイコール我慢強いっていうことで、我慢強いからもう喉が渇いて死にそうになる寸前まで頑張ってくれるんだけど、その時に水が来ないと一気にあーって感じになっちゃう。で黄色くなっちゃうんですよね。で戻らないのね。戻らなくなるんですよ。だからまあ人間もそうだね。頑張って頑張って頑張って一生懸命頑張って、我慢ばっかりしてるといつかちょっとね、いつもストレスがちゃんとこうね発散できてね、すぐ私今しんどいのとかちゃんと言える人の方がそうですね、心が柔軟になってね、そう急にね病気になったりしないじゃないですか。だからこの子たちはねすごい我慢強いんだよね。だから気がついたらもう戻らないね。そうなんですよね。だから普
通の草花だと水が切れるとこういうふうにしおれるじゃないですか。お水くださいっていうサインを送ってくれるけど、すぐだよね。この人は送ってくれませんね。うん頑張ってるから。そう、最後の最後まで頑頑張ってるので、なんかはっと気がついたら、あー黄色くなっちゃったとかそういう感じで、その段階だとやっぱし、ちょっと戻るのがちょっと厳しくなっちゃいますね。だからもう植物全般、木もそうね。もう私水くださいってすぐふにゃこさんになる子は丈夫な子なんですよ。育てやすい。逆に言ったらそういう面では分かりやすい。だから大丈夫。で場所が変わって買い物してうちに来てで、環境が変わっただけでもふにゃふにゃってなっちゃって、はい、そういう表す子は大丈夫なんね。だからそれの前にちょっと気づいてあげたいので、なるべく水は切らさないようにして管理してもらったら。うまく、1年を通してうまくいけると思います。はい。なりました。大体切れたんですけど、洗ってあげてください。中に細かいカットしたのが入ってあるので、それともう虫が来てたからこれちょっとブラシかけたいのなんかないかな。こう虫のこういうのでいっぱいねら。はい。じゃあ切った後はいつも中で切りかすを取るんだけど、今回は虫のね、そうちょっとね中までねいるかもしれないので、もうね暑すぎてね過ぎ去った後だとは思うんですけど、ちょっとこれはもう家にあるなんかほうきの短いんでもいいし、ブラシとか歯ブラシみたいなんでもいいと思うんですけど、まあ中までちょっときれいにお掃除ですね。お掃除はできたらそれでいいと思います。大体きました。はい。この中も下ね、鉢の中の落ちちゃうので、このカスが落ちるので手突っ込んで、これ全部取らないといけないね。この下のところ、土の上も取りましょう。ちょっとね手を入れにくいんですけど、どこかしら入るところから入れて、その土の表面に残っている枯れ葉とかも抜けてください。食べられたことがね、かすね、いっぱいあります。はい。でやね、もうこのまんまでもあれですけど、用心には用心をして、こういうやっぱりスプレータイプのものをもう直接最後、これは虫がいた時にやっつける子やね。そうです。直接ここに虫さんがいますよっていう時はこういうベニカエクスとか何でも効くので、そうね、住友さんの、そうです、住友化学さんですけど、こういうのを一つ持っておくとお庭の中で、こう薬箱が一つあったらいいんですよ。対処できる。とにかく早く虫につけたらすぐに殺虫できる。でも新芽にもそうは影響はないですね。はい。だからまあこれとか、あと最近だとワンちゃん飼ってるお家の人ね、やっぱりこういうので心配よね。これひょっとしてこれかけたのをね、ペロッと舐めても心配だから出てますよ。ナチュラルベニカのナチュラルスプレーっていうのが出てるんですけど、これは本当に天然の成分で出てきているので、ワンちゃんとかが舐めても大丈夫っていう。もうハーブとかにもすぐかけてもすぐ食べられるっていう。なんでだったっけな。なんでだったこの成分が私一つだけ覚えてる。覚えてます？はい。納豆菌でできている。ああ。人間は納豆が美味しくて食べてお腹痛くならないけど、虫さんはこの納豆菌がかかるともうお腹を壊しすぎて死んじゃうんですって。人間の体には害、動物とかの体には害ないけど、植物の手は嫌なんですよ。そう。で、あと他の2つ菌あったと思うんですよ。この3つの天然で。3つの天然。そうそう、どっか書いてるかもよ。ちょっと調べなきゃいけないですね。なんか人間は食べても美味しくて、病気にならないものが虫さんたちにとってはとても辛い。そういうもので作ったので、ワンちゃんがすぐ舐めても人間が食べても大丈夫だそうです。なので、やっぱそういうのが気になるなっていう人はこういうものでスプレーかけてあげると、これはすごい私も便利だなと思って、家の中の海洋もね、貝殻虫もそうですね、なかなか死なないものもあるんですよ、虫によっては。だけど
ね、はい安心だから使っていきます。だからこういうのうんで、でこれで直接的なまず対処の方をしてあげて、あとは予防的にですね、こういう、こういう一番オルトラのデラックスっていうこういうのを足元に株元のところに巻いておけば、こういうのだとワンちゃんがね口を中までは入ってこないと思うので、こういうのをしておくと予防もできるので、一度ついたものが。ということで、またこういうのも持っておいてもらったら、そうですね、ここに振りかけて足元にお水をやると溶けていきます。はい、そしてその溶けたお水が土の中に入って、つげさんの根っこが吸って、で葉っぱから嫌な、ここに虫が来たくないような成分を出すんだそうです。でも人間も食べちゃダメ、それはね。なので、お野菜とかそういうのは気をつけてください。はい。でこれで置いてあげるとまた綺麗に戻ってくるんですよね。はい。そうです。もう今これしたから、はい、多分秋にはまた綺麗な子になって出てくると思います。はい。まあ次が一番なんていうかな、馴染みお庭に置きやすいかなと思います。あとの子はちょっと小さかったり、スタンダードで背が高かったりいろいろなんですけど、一番なんかすぐに庭の表情を変えるのに便利だよ。初めのファーストステップはこれですね。これから始めたらいいと思う。マールボール。はい。で今はやっとイタリアからこのぴったりの軽い鉢。はい。こういうことで、鉢がまた入荷しました。グレーでもう樹脂でできてて軽くて、お持ち運びもねしやすいっていう点で、動かしやすいの欲しいなっていう人はもうこの鉢おすすめですし、重たいのでも置きっぱなしでかっこいいっていうのはやっぱり北欧の鉢ね、素敵ね、ですね。リーグリーンのグレーの黒い鉢だと思います。